皆さんこんにちは。今日はミニマリストの私が日本からアメリカに引っ越す時のパッキング事情についてお話しします。一昨年ベトナムから日本に帰国して1年半が経ちました。その間かなりミニマルな生活を心がけてはきましたが、4人家族なので1年半も経てばそれなりに荷物が増えていました。この荷物を最小限の手間、廃棄、管理コストで動かすにはどうすればいいか、いろいろ考えた結論を今日は共有したいなと思います。海外赴任ともなると、船便と航空便の両方を使える企業もあるかと思います。ですが今はスタートアップなので航空便はありません。そこで今回は船便とフライトの荷物だけで引っ越せるよう荷物を整理しています。船便は到着まで3ヶ月かかるので、引っ越してすぐに必要なものはフライトの荷物として持ち込む予定です。でもフライトの荷物の量は限られているので、優先順位をつけて持ち物をシビアに厳選していきます。何を持っていき、何を諦めるか、暮らしを詰め込むリアルなテトリスです。一昨年ベトナムから帰国した時は船便も航空便もなく、全財産をスーツケース6つだけに絞って帰国したことを思えば、今回は船便があるだけでもありがたいというもの。便利な航空便がないのは残念ですが、荷物の枠が増えるとその分だけ荷物も増えるのが人間の差がです。そう思うと船便だけの方が荷物の整理がついてよかったのかもしれません。ということで、今回の引っ越しの荷物は大きく3つに分けて運びます。フライトの預け入れ荷物、フライトの手荷物、そして船便。まずフライトの預け入れ荷物に入れるものは、4人分の夏服と使い慣れた衛生道具、例えばドライヤーや歯ブラシ、お薬などですね。そして使い慣れた食器を数枚と簡単な調理器具も入れていきます。少しばかり子供のおもちゃや本もフライトの預け入れ荷物に入れていきます。パソコンなどの仕事道具やパスポートなどの貴重品はフライトの手荷物へ。プロジェクターなど預け入れ荷物には入れられない機械も手荷物で持ち込みます。最後の船便にはソファーや本棚、仕事用デスクなど大きなものを入れていきます。またすぐには使わない冬服やおもちゃ、絵本なども入れていきます。今の日本の家では布団で生活しているので、ベッドは現地で購入予定です。今はダイニングセットも持っていないので現地で買います。ダイニングやベッドなど大きな家具が少ないと、船便の到着を待ったり、日本で保管したり、あるいは売ったりする必要がないので、かなりの手間が省けました。身軽でいることの快適さを今回改めて感じています。ソファーや仕事用デスク、モニター、棚などは船便で送りますが、3ヶ月はなくてもなんとかなるものたちなので、到着するまで新しいものは買わずにおとなしく待とうと思います。フライトで持ちきれなかった食器や調理用具、洋服も船便に入れます。あとは花瓶や絵などの装飾品と、ワゴンや自転車などアウトドアグッズを詰めたら船便は完了です。洗剤や子供服などの消耗品はつい買っていきがちなものの一つですが、荷物が増えてしまうので私たちは現地調達する予定です。逆に食器や調理器具など間に合わせのものを買ってしまうと後々手放しにくくなってしまうので、できればほんの数ヶ月だけのために適当に買い足したくはありません。なので船便が届くまでの3ヶ月間はフライトで持ち込んだ最小限のお鍋やお皿だけで乗り切る予定です。次は日本に残しておくものについて。家電は電圧の都合でアメリカでは使えないので、海外対応のもの以外はすべて手放します。まだ買って2年も経っていないので悔しいですが、売るか
譲るかして潔く手放します。子どもの作品や税務関係の書類など、使わないけれども見返す可能性があるものは実家に置かせてもらいます。これで持ち物の仕分けは一通り終わりました。こうして振り返ると、身軽に生きているつもりでも、気づけば思っていた以上にたくさんのものを持っていました。持ち物を見直してみて、改めてその物量に自分でも驚いています。家族がいるので荷物はどうしても増えてしまうけれども、それでもこれからもできるだけ軽やかに暮らしていきたいと思っています。この動画がこれから引っ越しや海外転勤を控えている方の参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。